こんにちは。南米チリでバンライフを無期限で行っているケント直子です。今回はチリで買ったキャンピングカートラックキャンパーの内部を紹介します。キッチン、料理はどうしてるの？生活は？寝るときは？トイレやシャワーはついてるの？電気はどのくらいあるのか？バンライフのいいところ、悪いところ、皆さんの疑問に全部お答えします。それでは車内を紹介いたします。旅するケンナオチャンネル。今日はこちらのビーチでケンちゃんが仕事してます。バンライフ始まったんだけどまだ紹介できてないからルームツアーをしようかなと思うんだけど、ちょっと2人で一緒にこのキャンパーバンを紹介します。ラパウロね、前のオーナーからの譲り受けた名前で、スペイン語で鳩っていう意味か。これ1台じゃないんですよ。これ、ここはピックアップトラックで、そうだね、上はトラバン乗っけてます。で下の車から紹介すると、96年のフォード、アメリカで作られた車です。350っていう車種です。上のキャンパーは2002年に作られた、2001年か作られて、でチリに持ってこられた車です。アメ車なんで、でかいです。ここでいつも2人で乗ってるけどね、3人は座れますね。左ハンドルです。左ハンドルで、クラッチとかブレーキとか、サイドブレーキはこの足でやるタイプですね。でここでカチャって、これがサイドブレーキです。これがガソリンで、フロントとリア両方に2種類あって、2タンクあるんだよね。なんか大体40リットルずつな感じがする。40リットル、40リットル、いやびっくりするぐらいすぐにガソリンがなくなるので、2つあるとありがたいですね。基本フロントのままにしてて、なくなったらやべえっていうなんか保険のリアル。そうだ、1つがなくなったらもうガソリン入れるようにしてます。青いタオルはこれはね、これは手汗がひどいからその焦った時手汗を拭くためにすぐにある。常に常備ね。これは器具がいくつか入ってる。そうだね、このモーターホームを持ち上げる足場が4本、ホースと水タンクと、あとこのタイヤを外す器具と、あとジャッキで上げるための牽引するためのロープとか、牽引するためのね、スティッチも2回牽引されちゃってるからね。これ針金で絶対切れないで、保険ですね、何かあった時のためのっていうものがこちらに入ってます。そのモーターホームをこの器具が4箇所でくっつけてるんだけど、やっぱガタガタした道行くとこの器具がね壊れやすい。今まで2回すでに壊れてる。やばいよね。まだ1ヶ月ぐらいですが、しかもこれを売っている金属屋さんがなかなかないよ。なかなかない。そう、この器具でこうやって来る車体とキャンパーをつないでいます。洗濯だけど、ガスタンクは外にありますね。これは、5キロ分のガスで。そうだね。このガスはだいたいチリの町どこでも売ってるので、なくなったら買えます。ガス屋さんに直接行ってね。タンクごと交換になるので、タンクあげると新しいタンクをもらえる。そうだね。5キロで1500円ぐらいです。この上の、部品は国によって違うので、これ今チリの形なので、それはアルゼンチン入ったら変えないといけない。でこの器具も1回運転中に飛んでいきました。そうだね、私買いました。このオーバーアンデスっていうのは、この車を買うのに仲介してくれたフアの会社で、車の仲介とかオーナーチェンジする時に手続きとかを手伝ってくれます。これ自分らのインスタと YouTube を貼ってるんですけれども、日本から南アメリカへって書いてあります。たまにね、道で見つけた人がねフォローしてくれて、メッセージが来ます。こちらが車内です。まずね、スポンジね、ここで乾かしてます。大体こういう窓とかは全部この元のオーナーが作ってくれたカーテンが置いてあります。ここまで靴で履いて、中では裸足で過ごすようにしてます。こちらがキッチンなんだけど、要はすごい作業台がこんなにあるんですよ。これがいいなと思って。で、あとこの電気なんですけど、ここに3つタブがあって、これ真ん中引っ張るとこちらの電気がつきます。で換気扇もあって、でここを3個目を回してこうやると換気扇モード
これ水も電気で流れてて、こちらのポンプのスイッチなんですけど、を入れるとこうやって水が流れてきます。でこの水のタンクは外に、水入れる場所があるんですけど、ここあたりね、この下がタンクになってます。ここがあとガスコンロになっています。で2口ガスコンロ。車を運転するときにガタガタガタって動いちゃうんで、今ねこうやってねテープを貼ってこれが開かないようにしてます。でオーブンもあって、今ちょっと物置になってるんだけど、そうオーブンで一回料理もできるのでやってみたいですね。ホットサンドの機械が入ってます。よくロイっていうチリ人の友達ができたんですけど、この方が手作りで作ったまな板でお皿にも乗ってめちゃくちゃいいですね。でこの上が戸棚になってます。で12345個あるんですけど、1つ目はなんだろう、こういうスキンケア用品、クリームとか小ポーチとか、トイレットペーパーが入ってます。壁が白地に水色なんですけど、これは自分たちで DIY したもの。もともとは木の色で、ね、茶色でした。で2つ目が、食器コーナー。袋の中にこういう箸とかスプーンとかフォークが入っています。やっぱり車が思ったより揺れるので落ちてきたりして、この前もお皿もなんかグラスも割れちゃったんですけど、なお飯の木の器などがこちらに入ってます。これは移動中に落ちてこないような金具がついてます。はい。で3つ目はじゃん、こちらが一番よく使っている調味料コーナーで、これはね、日本から持ってきたウェイパー、柚子胡椒、醤油、オイスターソースとか、あと日本から持ってきた味噌めっちゃよく使いますね。うちで買ったこれめちゃめちゃだけど、ハーブ大好きな塩昆布、こっちの調味料と持ってきた調味料を使いながらって感じなんですけど、醤油開けたら悲惨なんで、これいつもテープで止めてます。4つ目はこれ予備か、ちょっとお腹空いた時用のおやつパンと、卵、テープとか。ここはケンちゃんボックス。これプロテインとかコーヒーセットとかカメラ、充電器関係とかバーベキューとか、これだけ俺のスペースです。はい、続いては、こちらご飯食べたりねちゃん仕事したり作業したりするんですけど、収納になってます。じゃーん、こちらが食料ストックボックスになってます。日本食のストックで切り干し大根とか砂糖のご飯とかわさびとか入ってます。これはね、日清食品ボックスで日清のラーメン、これチリのスーパーだったんだけど、でここのチューブが外から水をタンクに入れて、この下にタンクにつながっている水ですね。ワインドン100リットルまだ飲んでないね。 1.5 リットルだ。1.5 リットルワインあります。安かったやつだ。これオートミール、すぐちょっとご飯は炊くのに時間がかかるんですけど、オートミールすぐ何分かくらいでできるので、オートミールを朝食とかに食べてます。あとはご飯、結構ご飯も安いのでいっぱい 1,2,3 キロぐらいだねあります。あとはトマト缶とか、シーチキン、ツナとか、トマトね、これはねサバ缶だね。牛乳も常温のものがあるので置いてます。こっちのぶどうで作られたお酢とオリーブオイルとごま油持ってきたのであります。でここが貯蔵食料ボックスです。こちらにもカメラがありまして、私の服とか、これはマットね、キャンプ用品、テント、キャンプしたいんだけどね、テント持ってきたのにまだ使ってない、使ってません。あと生理用品とか、あんま使わないですね。これはでもね、服とかだね、あんまり見えないかもしれないけど、服とか、これはドローンとか、カメラもここに収めてます。あ、水着あった。水着あった。なくしてた服。よかったね。あったわ。はい。あともう一個、ここの収納。収納がめちゃくちゃ多いよね。この中も、これ普段着だね。よく使う服とか。ソーラーパネルがついてるので、バッテリーからの電力をここに持ってきてて、ここから12ボルトに変換したものが、この外側のこれですね。これで基本的にスマホとか電子機器は12ボルトでこれで充電できてます。はい。こっちとの差はなんだっけ？
あ、いや差はない。これが12ボルトにインバーターとくっつけてて、ここら辺も全部12ボルトで使えるようにしてくれてるっていう。これが最近買った冷蔵庫で、古いのはねちょっともう直せなかったんで、最新のやつを買っちゃいました。このくらいのスペース、お水とか、ぶどう、それからビールとか、ビール冷やしてない、サラミとか、レモン、バター、バター、ちょっとあんまり大きくないから本当最低限のもの。これ今5度に設定してますけど、これ Bluetooth でアプリでコントロールもできます。アプリ上で、そうだね、マイナス20まで下がるんで、まだ使ってないけどそこまでは。でもただこれがちょっと結構電力を食ってて、本当にね、つかないんですよこれ。ピーカンバ晴れなのに冷蔵庫のせいでバーが1になっちゃう。だからちょっとね、日中だけ冷蔵庫使って、夜は切ってます。そうだね。最後こちらベッド見ますか？海ビュー。ここにした方がいいよ。あ、そっか。今海沿いなんで、海じゃない、ごめんなさい、湖ですこれ。そうだ。海みたいな湖沿いに行くんですけど、こんな感じで。全然足伸ばせるよね。全然伸ばせます。前日本でも車中泊してたんだけど、そのマットだと腰痛くなってたよね。これふわふわです。そういつまでも寝れます。多分横幅クイーンサイズぐらいあるんじゃないかな。ね、このベッドカバーは新しく買ったんだけど、本当にでかいのを買いましたね。ちなみにここにテレビがあります。ただ一回も使ってないです。そうだね。後ろに一応充電する電源もあります。窓があって、だいたい田舎だから星がすごい見えます。こっちのベッドライトもつくので、ちょっと強いけどね。そう、すごい電力強いですね。ベッドこんな感じです。2人で旅してるんですけれども、このテーブルを改造して4人のベッドを作ることができるので、ちょっとやってみます。平らになりました。閉めて使います。あ、1人で寝るんだ。どう？そこ。全然寝れる。あ、いいね、安定してる。ここ2人寝れるから、上と下で4人まではね。本当だよね、すごいよな。快適に過ごせる。ここでいいな。あ、本当に天井高いもんね。上のベッドはすごい天井が近いので狭いんで、そこに棚があるんだね。そうですね。ここ今もうちょっとセンスよくさ、なんか雑貨とか置いたらいいのにね。ただバッグ置いてる。サンティアゴでアンドレスという友達にもらったチリのガイドブック置いてます。そんくらいだね。こんにちは。こちら洗面所とトイレです。これかな、奥に簡易トイレがあるんですけれども、この中に袋を入れて、で用を足すっていう感じですね。これでどこでも車中泊ができます。でね、こっちシャワーもあって、ここから水が出てくるので、あんまり使ってないけど、まあ一応シャワーがあります。でここは洗面所で鏡があるから歯磨きとかね、ここでしてます。ちょっとした小物入れも、あと飲み水はね、別でストックで6リットル、ケンちゃんがコーヒー飲みたいから早くお湯沸かしたいということでケトル買ったんですけど、全然私たちボルトのことを考えてなくて、私たちの車は12ボルトの電化製品しか使えないので、1回目にしてもうすぐ電気が止まっちゃって使えませんでした。全然知識がなかった。こんな感じで車の紹介でした。まあ車の屋上に来たんだけど、景色いいね。今ちょっと影になっちゃってるけど、これが太陽光パネル。太陽光。本当にちょっと影になるだけでさ、充電が減るよね。減る。今さ、やっぱ木にかかってる。ああ、そっか。ちょっと今日陰になっちゃって。ああ、そっか。前に出せばいいのかな。場所による。結局この太陽これからこうやって下がっていくから、丸1日日に当てて、マックスになるぐらいだから、パソコンと携帯は全然問題ない。あとなんだっけ、あと充電器ぐらいだよね。だから最近買った冷蔵庫がめっちゃ食ってるけど、それ以外は割と余裕で余ってるぐらいだ。そうだね。こういうソーラーパネルのおかげで自分たちの生活の電気は全部賄えています。イエーイ。ということで私たちのラパウロのルームツアーでした。イエーイイエーイ。いいところをちょっと考えてきたんですけど、まあ車中泊、チリでやってるけど、宿代をこの
全然払ってないね。結構無料でできるところがあるので、宿代、あと電気もソーラーパネルで、ガソリンスタンドでもね合法的に無料で組ませてもらうので、水道代もかからないっていうところね。料理のガスは大きなタンク、さっき紹介したんですけども、安いところ、寝るところ、ベッドとテーブルが別なので、私が寝ててケンちゃんが作業したり、私が料理している時に寝たりっていうのができるので、ストレスが少ない、あと窓がたくさんあって通気性がいい。ちょっと暑い時も窓開けたりしてこう換気できる、あとどこでも暮らすように過ごせる。都会、結構街中でバンライフすることもできるし、自然の中でも、トイレも水道もガスも全部あるので、どこでも暮らせます。バンのいいところです。はい、いまいちなところ、の1、やっぱりね、生活費が安い分高いのはガソリンなんですよ。チリはガソリンが高い、はい、リッター200円とか、最初にガソリン入れた時にはびっくりしました。はい、その上この子はね、燃費が悪いんです。古くて重い。当たり前なんだけどね、家を積んでる車なんで燃費が悪いです。実際リッターほんと5キロとかがよくて5キロ、ちょっとしか進まなくて最初びっくりしたね。だからいろいろ生活費、水道、電気、ガスが安い分ガソリン代がかかります。年式がかかってるので、年いってるんで、その分故障しやすいですね。このまだ1ヶ月ぐらいなんですけど、すでに水道1回、タンク1回、エンジン1回、あとこの車体も少し傾いちゃってるので、メンテは結構大事ですね。メンテナンスするコストもかかります。あとさっき言った冷蔵庫もね、新品で買ったんで、その分もお金がかかっちゃいましたね。あと高さがあるので、天井が低いところとかぶつかります。立体駐車場は無理ですね。木とかにも結構ぶつかりやすいので、一回ぶつかって外の電気が1個壊れました。壊れたマニュアルなんでね、まだ慣れてないところもありますけど、やっぱり運転が難しい。特に坂道上がったり、特に上りだな、めちゃくちゃ怖い。それで1回バックしちゃったこともあるので、はい、坂道運転がちょっとまだ慣れないってところかな。今チリではね、ケンちゃんにマニュアル運転をしてもらってるんですけど、助手席もとても怖い。そうだよね。運転してもらってありがたいんだけど、はい、もう隣でも車にしがみつきながらの命がけの旅です。はい、なおちゃんにサポートしてもらってます。でも、全部含めて好きなバンライフ、モーターホームの人とかいるし、アラスカの方から来てる人とか、いろんな旅人たちに出会えて、なんかすごいところにいるんだなと思って、すごいお金今のところすごいかかったけど、後悔はないですね。そうだね。来てよかったなと思います。モーターホーム乗ってると基本みんな優しくしてくれます。道も譲ってくれるし、はい、こちらが困ったら優しく対応してくるのでありがたいです。はい、こんな感じでちょっと今日はモーターホーム紹介をしてみました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。電波が本当に不安定なので、いつ更新できるかわかんないんですけれども、またよかったら見てください。バイバーイ。